何作るの？あ、ホットケーキ作ります。ホットケーキ。はい、久々ですね、作るの。お結構作ってたんですけど。あ、昔はね。はい。そういう家とかで？あ、家で、はい。おやつ。おやつですね。おやつ。ああ、もう疲れたわ。教習所？はい。今日は何やったの？今日は四股を踏んで、もう試合とぶつかりで授業を受けて、でお昼食レポ食べて、歌って帰ってきました。はい。なんかあるんですよ。相撲練成会。晴れの日は歌ってなんか雨の日は歌わないらしいんですよ。あ、そうなんだね。はい、そういう決まりがあるらしくて。じゃあ教習所もう終わったんだっけ？いや、教官はまだです。あ、終わってないの？終わったっていうか、とりあえず今期は行かないってなってて、もしかしたらまた名古屋場所終わり来期から行くかもしれないって感じです。あ、そうなんだ。はい。まだ行くか行かないかはまだ分かんないです。けいちゃん自身の稽古はさ、はい。その教官同士でやったりしていや、その A 土俵 B 土俵とかで分かれるんですけど、その映画経験者とか大学卒業の子とか、あと教官の人がいるんですけど、そこでやらせてもらってます。じゃあさ、その教習生がさ、書道とか書道あるよね。あります。書道とかしてるときはケンちゃん何してるの？親方衆がその授業始まったらお風呂入りに行くんで、お風呂入りに行ってる間はその授業の見回りして、で親方衆が上がってくると、僕たちがお風呂入る番で、あと頭直したりちょんまげ直したりしてます。見回りって何するの？分かんないことあったり教えてたりとかしてます。まあ学校の先生の立ち位置まあそんな感じかな。プリントとかも配るんで。これですね。バターです。あ、バターで焼くんだね。お兄ちゃん教官でいなかったら寂しいんじゃない？寂しいです。本当に寂しいです。いや、まあもう来期は絶対来させるんで。来させるんだ。はい。入れます。はい。3、4分焼くらしいです。ケンちゃん足筋すごいと思うんだけどさ、なんか普段の稽古以外でどういうトレーニングしてんの？スクワットとか、なんていうんですかね、レッグプレスみたいな。レッグプレスとか。何キロぐらいでやってるの？でもそんな重さはやってないですね。トレーナーさんに任せてるんで、やってもらってるんで、あとはこれなんていうんですかね、こういうやつ。ああ、それなんだっけ、名前わかんないけど。まあこういう時もあるっすよね。俊太はさ、なんかしこ名こういう風にしたりとか考えたりとかしてるの？そうですね、しこ名。なんか親方からもらいたいみたいなのあるの？親方からでももらえたら嬉しいですね。おいおいね。はい。やっぱみやび使いたいですね。しこ名に入れたいですね。自分の名前からでもあるものがないですよね。ちょっと難しくないですか？なんかできるっすか？名前から。相馬俊太でしょ？はい。ガタでいいじゃない。ガタ？みやびに俊太のタスか。ガタ？安定しなさそうですね、相撲が。ガタ。しよしこ名はなんかどうしたいとかってあるの？まだ迷ってますね。まだ変えるかどうかはまだ。あ、永遠に相馬かもしれないってこと？まだまだ考えてないんで。まだいいかな。全然考えてないです。まあまあ今はねあれだけど。うまそう。ラストかな？ラスト。小滝山っていう名前おじいちゃんだっけ？おじいちゃんのしこ名だっけ？
ごいね、おじいちゃんが相撲をやられてたんだもんね。プロじゃないですけど、草相撲の今で言う多分高校相撲とか大学相撲とかですけど、そうなんだ。そのおじいちゃんはどっから取ってきたんだろうね、その小滝山って。地元じゃないですか。何も聞いたことないですけど、ん僕たちが勝手に思ってるのは地元だと思います。僕たちの地元が、うん。栃木県大田原市小滝っていうんですよ。ああ、なるで、ほどね。その小滝も僕の小滝山の小滝なんですよ。僕たちは勝手にそう思ってるだけです。なるほどね。よし、できました。お、あ、危ない。いきます。ケンちゃん、立ち会いさ、いろいろ種類あるじゃん。はい。今日は何で行こうみたいなってさ、どのタイミングで決めてんの？前日の夜とかですね。うん寝る前とか、相手決まった時に動画見て、決める感じですね。で、そこからはもう変えない。まあ、そう相当なことがない限りは。例えば相当なことって何？僕一回だけちゃんと行ったんですけど、決めて行ったんですけど、その立ち合い変化をした時があって、変化あったね、一回。はい、その時は、土俵の上で変えました。僕から見て、普通に見て左側にちょっとずれてたんですよ。なんで構える時にですね、これワンチャン僕がこれ左に動いて、立ち合い変化したらワンチャン相手落ちるんじゃないかなと思って、一か八かやったら決まったんで分かったんですけど、その時は直前で変えました。深夜はどう？立ち合いどのタイミングで決めてる？立ち合いやっぱ自分はその相撲がある日の、稽古中に決めてます。朝稽古中に、今日どう行こうかなって考えて、よく今井さんとかだと、なんかその最初の立ち合いだけよくなんか手伝ってもらったりするんですけど、稽古場で、胸出してもらって、ぶつかりに行って、なんかかましがよかったら今日かましてこうかな、当日のなんか当たりでどっちがいいかなみたいな感じで考えて。変えることないの？もうその土俵下とかで。あんま変えないですね。でもたまに迷っちゃう時はあるんですけど。相手を見て。はい。相手をやっぱしっかり見るの？いや、そんなに見ないですね。でもめっちゃ見てくる相手はいるんですけど。見てきて目があったらどうするの？そしたらこんなんかちょっとなんかそっぽ向く感じ。ケンちゃんは目そらす？逆にずっと見てます。そうなんだ。相手がどんな感じをしてくるか。見てるなと思ったら、逆に見ます。やっぱいろいろいるね。そらす人とずっと見る人と。なんか中には、ずっと下を向いてこうやってる人もいれば、ずっとこうやってくる人もいるので、もう極力自分はもう、こう下向いて集中こうやってる。いい匂いだね。いただきます。おいしい。バターだけでいいかも俺は。本当？はい。それちょっといただきます。甘いっす。なんかなんかふわふわした生地。でもいい甘い感じです。くどくない甘さです。いただきます。美味しいです。バターが染みてるです。そうだね。ジャムね。はい。ブルーベリージャムです。それ守れるんですか？違うよ。違うでしょ。全然色違うでしょ。違うっすね。守れるとかオレンジ色。何？函館は2人部屋？函館は僕たちはケイが僕深夜でした。3人部屋です。そっか。くんたは行けてないもんね。教習所で。そうですね。教習所つける？ちょっと舞うかな。シリーパイみたいになってる。
めっちゃつけてる。え、こんなつけない方がいいんですか？いや、いいんじゃない？なんかピザみたいな。どう？まずブルーベリーの酸味がいいですね。おー。チェリーパイ。どうしたんですか？疲れてるの？どうした？なんかこれっていつも楽しそうっすよね。うん。大好きなお兄ちゃんがいるから楽しいよね。楽しくないわけがないやん。楽しくないわけがないじゃなくて。まあ、大好きだもんね。ん？楽しいでしょ。全然聞いてない話。そういうこと言うからやん。なんで笑ってんの？そういうこと言うからやん、やっうまっ。ぱ。俊太はさ、はい。いつぐらいからそのスカウト、まあ一応スカウトなのか。あ、そうっすね、まあ一応。スカウトか。いつぐらいから声かけられてたの？声かけられたの、中1とかじゃ中ない1じゃないですか。中 1？ はい。深夜は自分の中1くらいですか？中2とかですか？中 2？ 中1。まあ大体全員、ケンさんが入ったぐらい全員っていうか、みんな2人は中1うん。ぐらいじゃないですかね。うんケンちゃんは？僕は中学校になる前じゃないですかね、僕。に声かけられたの？へ確か。え。本当に中学校になるかならないかぐらいうんうん。に道場に師匠がうんうん。練習見に来てて、うんお相撲さんになるのかみたいうんうん。な、なりたいですね。そうなんだみたいな感じで。ええ。道場ってその三田あ、そうです。君のお父さんがやられてる。はいそうです。はい中学校道場に来てて、すごいね。はい。親方なんかめちゃくちゃスカウトの活動されてるよね。そうですね。もらってんじゃん。足りなかったの。なんかごちそうにしてたんで。うん。なくなっちゃったっす。ブルーベリージャム美味しいでし兄弟で相撲の話はあんましない？ょ。しますね。だいぶするっすね。するっす。だいぶする？僕もするっすけど、うん。最近だといっちゃんするっす。どんな話するの？教師所のうん。今日何番勝ったとか誰に勝ったとかってうんいう人とずーっと話すんですよ。うん。止まんないんで、うん。ちょっと一回静かにしてっていうぐらいめっちゃ話すんで、この前言ったんですよ。うん。じゃあ別にいいじゃんみたいな。止まんないんですよ本当に。永遠話してるんで、でちょっと疲れてたんですよ僕。疲れてて欧米で横乗ってた時に帰ってきてブワーって話されたんで、ちょっと一回ちょっと静かにしようって。出来事が多すぎた。いっぱいあったね。相撲大好きなんだね。大学相撲とかめっちゃ見るんで、大うん学相撲とかうん昔の高校相撲とか大相撲とか、うんうんで自分たちが出てた全中とかうんうん見るんで、話したいんだ。話したくなっちゃうっすね。実際やってきた人の中でうん関取になってる人もいるんで、うん俺あの人ってやったわみたいな。うん。最後の一口です。一口です。一口です。完食。はい、はい、そしてどうもちょしょどうもちょしょ。どうもちょしょ。遅刻です、友達さん。はい。夜はないですけどね。トマトパスタと、うん揚げ餃子と、うん。卵料理と、一品料理はマルトマトです。卵料理って何？卵いっぱいあるんで、ん使わないといけないんで、後発行くまでになくさないといけないんで、うん。卵昼使ってないんで夜使おうかなって。うん。卵料理って何？卵料理って何？いや、何するの？いやまだ決まってないです。決まってないの？煮物と同じような感じで、はい。どうせドロドロになるんで、ドボドボドロドロ。ドロドロ。相撲の時こう巻く塩ってあるじゃん。はい。あれはもう特別な塩なの？
や多分市販で売ってる塩じゃないですか。あ、そうなの。僕たちの辺はそうですね。土俵って痛いのやっぱバーン。もう地面と変わんないんで、僕たちが立てるぐらい硬いとこなんで、しっかりとしないと立てないもんね。はい、へこんじゃったりするじゃないですか。それがへこまないのでカッチカチってことか。カチカチです。痛いんだ。痛いです。1個で何人分 ?400、4人分5人分とかで。そんなやつ何人なの今日夜。それが13、いや、それもいない。三田関、 10人。長友関、適当に食べない10の。人ぐらいです。 10人。 10人12？くらい。だって生卵食べると、三田さんももしかしたら食べるか周りに自分がね、診療所大丈夫だった？なんか点滴されすぎて腫れてるっす。点滴されるの？同じところ刺しすぎてなんか腫れちゃってるっす。力士は注射されるときさ、はい1回で行くの？一回です一回です。あ、そうなの？血管が分からなくて。あ、そう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 僕はそこまでなんか太ってないんで、多分出やすいんじゃないですか。そう。右より左の方が僕出やすいですね。先生は1回で行く注射？やっないです。ぱ慣れてる人じゃないと見つけにくいのかね。そうですね。これ何してんの？トマトソースです。パスタの？はい。潰した方がいいのかな。でも万能調味料。そういうこと。ちょっと多すぎたかな。多すぎましたね。いや、でもみんな食べるじゃん。大ぐらいたち。溢れない？溢れます。いや、でも僕結構うまいんで乗せるの。揚げ餃子。前も揚げ餃子やってたね。前もやってました。函館の話してるときに。あれ、その時でしょ。うん。だってムカデでさ、みんな連なるじゃん。ガーって。はい。どの位置が辛いとかってのあるの？いや、多分一番前とかが辛いと思うんですけど、一番前。全員分の負荷かかってると全員分の負荷がかかるの？思う。まあ全員分こう引っ張らなきゃいけないんで、まあ引っ張るっていうか、先頭が、いや、引っ張れるんじゃないですか。僕は、まあ関取の前ですけど、関取の前はなんできついの？僕の場合は見た時はこうやって腰割って下ろす。下に押してくるからきつい。一番前もきついのかな？それはもう友達さんに聞けば一番前。一番前かな？今日は一番前多いっけ？はい。友達さん手がイメージだな。ムカデの戦闘やったことあるんですか？ありますね。戦闘ってきついの？まあなんていうんですか、まあそんな変わらんかな。あ、一緒？でもまあ変わるところといえば回しないんで、こうやって
その進んでいく感じうんうんで、後ろがちょっと引っ張られるぐらいですかね。そんな感じじゃないですか。真ん中の辺でも別にそんな変わりはない。まあ、あと掛け声はしっかり声出さないといけない。ああ、先頭がね。はい、それぐらいですかね。先生、初めて曲げ言ったのいつ？確か、うん。2022年の、うん。2021年かなの九州場所の場所前に言ってこと初めて。そうですね。どんな気持ちだったの？楽だな。あ、楽？やっぱ頑張るだとここら辺とか髪垂れてきちゃったりしたり、うん。自分で油塗って、やんないといけないんで、うん。曲げにしたら、まあ、自分でやんないですしまあでも本当なんか力士になったなって感じはあります。ああ。ジャスティンは？そうですね。ザンブラマジここまであった相撲中とか邪魔されてきちゃうんで、曲げになってからは楽って感じ。やっぱ楽なんだ。はい。気持ち的には？まあ楽はあると思うんだけど。気持ち的には力士。一緒だ。なので本当にもうこれしかないです。曲げやった力士になれたって感じ？ら。はい。三田関にどういうとこ尊敬してるの？はい。自分の気遣いできるところとか、まあ相撲の取り口っていうか、なんかそういうところを尊敬しますね。自分だけじゃなくて、周りも気にかけてくれる。例えば僕とかになんか、今日稽古場でアドバイス。今日もすごいされてたよね。何言われてたの？腰が高いのか。顔が上がってる。顎が上がってたりするって。普段言われるようなこと。下から下からみたいな。あの人も相撲下から下から。三田関のね。見た。身長同じぐらいだもんね。一緒ぐらいです。僕がちょっと高いぐらいです。そうなの？ジャスティンの方が高いの？高いです。73？ 172、3ぐらいです。まだ決まってないの？決まりました。何？卵と豚バラでアスパラの炒めです。卵と豚バラ？アスパラの炒め？みたいな。どうですか？いや、なんかスクランブルエッグっぽいやつ。です。こっちでさ、あそこで一回これバンって流して、アスパラ切ってさ、豚バラと一緒に炒めちゃってたね。ここが親方のリスペクトしてるとこ、どういうところ？リスペクト。リスペクトしてるところ。なんて言えばいいんだろうな。しっかり見てるとか見てるんだけど、まあ洞察力がすごいな。洞察力。はい。卵割り終わった。ああ、終わりましたよ。もう混ぜちゃっていいから。はい、もう混ぜますよ。もういいよ、ちょっと待って。ダメだ。ジャスティンはさ、本場所で変化したことある？今場所、場所中に変化。場所中に変化はないですけど、ずれたことはある。右にずれたことは当たって。それは変化とは言わなくていい。ちょっとずれたってだけ？今はどうなんですかね。僕はそう思ったんですけど、部屋の人とかには、変化気味みたいな。わかんないですよね。なんか僕も三田さんに教わって、右にずれる、当たって右にずれるっていうのも、三田関に教えてもらったんで。当たって右にずれるってなんかよくひなたちにやってるよね。ああーみたいな感じですね。僕がやってるとなんか変化に見えるみたいな。それを三田さんに相談したら、仕方ないよな。変化って練習するようなもんなの？今って何もしない。変化はそうですね。基本だって変化したら
状態とか起きるんで、うん持ってかれやすいじゃない。重心とかそのまま崩しちゃうとかあるんで。うん基本は変化で練習してる人見たことないですね、僕は。ジャスはい。そのあれいけない？何ですか？中華鍋それかな、どうすればいいかでいけない？な。いけます。じゃあ行こう。何すればいい？とりあえず炒めてそこに溶き卵入れてスクランブルエッグ状のものにしてほしい。バターってあるんですか？バター入れちゃったりしますしますしょうがごめんなさい、なんかこいつ提案しやがってみたいな。いや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 ごめんなさいね。提案良かったけどね、あの顔がちょっと嫌だったね、まあお前が言いたかったらいい。言わないでほしい。サラダとバターと卵はい。だけだけです。はいはい。まあ味付けはジャスに任せる。鶏ガラとか塩コショウとかうまいことやって。あ、お疲れ様です。ジム帰り。今日は何やったの？胸、肩、背中。あー疲れた。二人で？あ、チャリで行きましどのくらいかかるのた。10分ぐらいか。 ？10分？ 10分10分10分。 10分で行く？あ、え、どこ？水元の方行ったし。やっぱ一緒にやるの？種目を。一人でやろうかなと思ったんですけど、うん。遠藤がなんか泣きついてきたんで。はい。寂しがり屋だ。胸は何やったの？ベンチやったの？空いてなくて、うん。スミスマシンと、うん。チェストプレス。プレスのマシーンマシンの方。何キロぐらいやるの？まあマックスでやったっすね、チェストプレスは。何キロだった？108がマックスだったっすか？ 100？ 108が。 108？でもスミスはもう久々だったんで100、何ぼだった？110ぐらいは。まあ、スミスマシンで何をするの？ベンチ。ベンチプレス。ああ。はい。久々だったんで、うんうん。まあ、軽くやろうと思ったらね、熱くなってたよね。中1時間半ぐらいやってね。あるあるだね。直樹さん、お腹すいた。直樹さん何？ベーコンとアスパラの炒めです。うまそうだね。ベーコンとアスパラ。はい、ベーコンです。アスパラと高橋さん、お風呂入ってくる。うん。 6時だからさ、じゃあね。そうだね。着替えて帰ってこようかなと思ったんですけど、うん。絶対汗だくなるじゃん。そうだね。いってらっしゃい。これで飛ばして。いい卵入れるはい。今までいっぱいちゃんこ料理食べてきたと思うんだけどさ、はい。部屋ではい。忘れられない一品みたいなのある？これうまかったなーみたいな。豆乳鍋ってありますよね。豆乳鍋。豆乳鍋誰が作ったの？ケンさんですね。美味しかったですね。先生は何かある？僕は初めて食べた時のサーロインステーキ、なんで？めちゃくちゃ美味しく感じましたね、うん今でも美味しいですけど、初めて食べた時が一番美味しかったです。感動したってこと？はい。
つまででも食べれる鶏ガラとか入れた？塩コショウしか入れてないです。あれ入れて。ノートリガラです。僕が忘れられないちゃんこってある？これうまかったなーっていう湯豆腐がの。食べられない。伝統の。はい。マジで美味しい。おう。水が持ってくる。豚ロースを薄めに切って生姜焼き。どう？いいですね。いいですね。もうちょっと。坂上さん切ります。じゃあ切ります坂上さん。で、中もそういうことなかった。ん？中もそういうことなかった。生姜焼き用の肉です。分厚いですね。はい。生玉時期が最後なんでうん。分厚くいきます。関係あるんですか？はい。関係あるの？あ、気持ちうん。気持ちいい。ちょっと分厚め。大事。大事。許だ。気持ち大事。もう今日昼からちょっと頭おかしいかみたいになっちゃって。ハンターハンターのタイトルみたいだよね。許だ。気持ち大事。知らない？いや、知ってます。楽しみですね。何が？場所は。あ、そう。早く相撲取りたい。もう撮りたいっていうか、場所が始まってほしいです。なんで？緊張感楽しいじゃないです緊張感を楽しみたい。か。はい。先生はさ、学生の時とかさ、他の部屋とかになんか体験行ったりとか、見に行ったりとか、そういうことはしたことない？学校に他の部屋のが来たことはあるんですけど、うんうん。行ったことはないですね。まだ火通ってないですね。大学とかは、ちょっとは行ったんですけど、大学行ったの？大学って見に？出稽古みたいな感じで行きはしたんですけど、相撲部屋はないですね。カメラマンってどうやってなれるんですか？カメラマンじゃないから知らないの。ディレクターってどうやってなれるんですか？どうやってテレビ会社に入ればいいんですか？もう入って頑張ればいいんじゃない？瀬古さんも結構頑張った。よし。ありそう。上手。ですか？三田関の部屋にいたんですか？
いや行きませんよ。行きません。いや、はい行きまどこにいたんですか？いや自分の家に寝てましあ、家から来たんですか？た。はいあ、そうなんですか。はい、終わりっすか？もうベイマックスの話ですか？はい。それ箸、ベイマックスのやつ。あ、そうですはい。関取になると食器がやっぱ自分のやつになるんですか？そうですねはい。ノートです。あんまりさないけど。そこ？はい。そこダメなんだ。ああ、顔ね。はいはい。体バージョンなんだけど。体バージョン。いや、そう俺のスタイル。違う。家で全身。で、溶けるまで待って、シャワーが3つつける。乾燥しないの？ダメだ、俺乾燥するんだよね。ぬる。あ、本当。やろうかな。スキンケアの話ですか？違います。違いますよ。え、違う。ラグビーのスクラムですか。お前さ、やる。スキンケア。の話。結構美容にこだわりあるんですか？全然ある。じゃあそういうのやってみるのが好き。一回やる。おもろいじゃないですか。そういうやつ。チュルチュル言ってる。久々に見れました。あ、ちょっと上手になってる。まあね。これと。でも。いや、そんなんじゃない。寝起きなんだよ俺。いや、寝起きの方が調子いいですよ。寝起きの方が調子いいです。見た今。ちょっとずつの方がすすれる。俺はね、肉が食べたい。食べ終わりました。何を終わることだ。
かったらかっこいいみたいなのあると思う。100年ももう本当に連絡する人しかいなくない。俺は中学校の時に8年ぐらいで。そう？俺は誰一人やってない。強引に入ろうとしてる会話に。力技です。言ってないですか。うん減ってないの。中学校でずっと一緒に行った子がいまだに帰ったらずっと一緒にいるよね。小学校が友達が2人ぐらいしかいないですね、3人。小学校1人いる。もう中学校が多いですね。高校はハウスだったから、小学校って基本中高そうだね。数えるぐらいだわ、これも。数えるぐらいですか。入ってきたいです。別に？別に？友達多そうですけどね、長田水木は。まあ多いっちゃ知り合いは多いですよ。別にね、遊ぶ友達とかは少ないですね。そうなんですね。はい、やっぱなんていうんですか、深い友達、三田関とは友達なんですか？同僚、同僚？同僚の枠に入りました。友達ですね。部屋入る前から結構頻繁に連絡は取ってたんですか？まあ部屋に取ってましたね。どういう連絡するんですか？寝れないとか寝れない？電話付き合ってあげたりして。めちゃくちゃ嘘です。嘘なんかい。大体しょうもないなんか電話かかってきた終わりです。三田さんがかけることあるんですか？あるあるある。どういう要件でかかってくるんですか？いやでも場所前とか、場所中とかかかってくる時だったんですよ。は小手動みたいな。い。いやめっちゃいい相撲だったなとか。まあ、プライベート普通になんもない時も休みの日とかもかかってきてってありましたね。なんか規制がかぶってるとか。はいはいはい。僕運転手でした。運転手？これはもう言いたいですけど。規制がかぶって、どこでも連れてって。言い方悪くない？そうですよ。大輝のお父さんがやってるところに稽古をしに行かなきゃいけなくて、で僕足ないし運転できないじゃないですか。大輝がじゃあ運転してあげるよみたいに言ってくれて、ああ行くと。ちょっとわがまま言ってちょっとたい焼き買い行きたいなとか、ちょっとまず迎えに行く時点でもう10分ぐらい遅れたんですよ。もうイライラしてるじゃないですか。で結構連れてってなんか自分の幼稚園のところに挨拶行きたいからってそこ連れてってほしいと。まあいいわ。急に連れてって体育も挨拶しろよみたいな。こうなってこれ自分も挨拶するじゃないですか。そしたらあそこのたい焼きうまいよなみたいな。たい焼きファーッて最後家まで送る。ありがとうね。たい焼きお金なかった。ちゃんとご飯も連れてきました。ご飯行って俺割り勘な。全然割り勘って悪いことじゃないじゃないですか。そうなの？じゃあトントンでいいや。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しくね。地元に応援大統領
2日前ぐらいに体重測ったら144ぐらいだった。増えたですね、ちょっと。幸せです。そうですね。めっちゃ寂しい。寝れてる？あ、まあ寝れるです。梅ちゃんパスタ好きでしょ？はい、そうですね。でもこんなこういう美味しいパスタ食べたのは実家以来ですか？実家に帰省したいです。あ、美味しいパスタ？これまででも自分が作ってたやつ美味しかったんじゃない？使ってる素材がいいやつだった。いや、前テレビ来た時、なんか食べてって言われて、何食ったんだっけ？あれなんか食べて、アヒージョのパスタ、パスタ食べて、めっちゃ声がちっちゃすぎて、その撮影してる人もみたいな、そうみたいな、ボソボソ言って緊張しちゃった。全然食べてないじゃん。食ってます。全然食べてないじゃん。なにへいへい。あるな、この食べ方。なんもない。これはもうチャリないのきついのよ。楽しかった。嬉しかった。これなんでこんな飯食うの？頑張れ。焼酎
どうもお上ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、はい。迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。